生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えとは？どうしたんだ突然。また、霊夢の哲学病が発症したのか？問いが大きすぎて中二感満載だな。やあ、マリサ。ダグラス・アダムスの SF 作品銀河ヒッチハイクガイドを読み直していたんだよ。なんだ、SF 作品のセリフか。スターウォーズとか、スタートレックは私も一時期ハマっていたな。SF は世界観とか人間観が独特で意外と深いよね。そうだね。ただ、この銀河ヒッチハイクガイドはスターウォーズやスタートレックとは違って、ブリティッシュジョーク満載、おバカ SF 全開の作品なんだ。ブリティッシュジョーク？ダジャレや突拍子もない動き、風刺や皮肉、遠回しな下ネタなんかが多く含まれた作品だね。イギリス人にしか理解できないような笑いも確かにあるけど、万人受けする笑いも多いよ。日本でも人気になったミスター・ビーンの笑いの感覚を思い浮かべてもらうと伝わりやすいかな。あの笑いも独特だよね。銀河ヒッチハイクガイドはもともと BBC ラジオで放送されていたラジオドラマで、作者のダグラス・アダムスの名を世に知らしめた大ヒット作品だよ。そして、脚本を元にした小説版も執筆され、続編を含め6作品が書かれているよ。最初の作品が成功したから、シリーズ化したんだね。全世界で、約1600万部売れたらしいから、かなりの大ヒットだね。最初の作品は面白かったんだろうけど、続編はどうなの？宇宙の果てのレストランと宇宙クリケット大戦争は、第一作の続編という感じで、作風も同じドタバタコメディ的作品だよ。クオリティも高く、新しい伏線も登場してかなり楽しめた。他の2作品は？さようなら、今まで魚をありがとうは、なんと主人公の恋愛を書いた作品で、作風がガラッと変わります。主人公がおバカすぎて、ファンから恋愛シーンが思い浮かばない、という意見が多数あったから頑張ったらしい。普通の純愛ものなので、好きな人はどうぞ。そして、ほとんど無害は主人公仲間がどんどん死んでしまう。かなり暗い作品なので、第一作のおバカ SF が好きな人には向かないかもしれない。最後の2作は経路がかなり違うんだね。すべての作品が、日本語訳されていて、可愛いで文庫から出ているので、気になった人はぜひ読んでみてね。そして、2005年には映画化もされているので、雰囲気を味わいたい人にはこちらもおすすめだよ。原作の大筋に加え、映像化作品ならではのオリジナルなギャグも含まれているよ。Amazon プライムとかにもあるみたいだから、後で見てみるね。ウプ主は、学生時代の恩師にこの作品を勧められて、英語の勉強がてらこの本の原書を読み始めたんだけど、最高に面白くてシリーズ通しての大ファンになったんだ。今回この作品を動画で紹介しようと思ったのは、この作品の魅力を一人でも多くの人に知ってもらいたいというのも大きな理由だけど、SF 作品は思考実験の宝庫でもあり、思考実験に興味を持つ人に、SF 作品が持つ思考の柔軟さや発想の豊かさを味わってもらいたいと思ったからなんだ。これから、銀河ヒッチハイクガイドの魅力を紹介していくけど、ネタバレも多く含むので、先に読んでみたいという人は、ここで動画を止めてね。了解だよ。究極の問いをめぐっては、20世紀最大の哲学者の一人、ウィトゲンシュタインの人生についての問いについての考察も、紹介するので、楽しみにしててね。この作品の大まかなストーリーは、主人公のアーサー・デントが、仲間と共に銀河を旅するという話だよ。だけど、ストーリーが大事というよりは、小話的なエピソードの集合体というイメージが強い作品なんだ。なので、まずウプ主が特に気に入っているエピソードをいくつか紹介するね。ここのエピソードを楽しむという感じなんだね。作品の冒頭、主人公が自宅で目覚めると、突然、ブルトーザーと共に役所の役人が訪れて、ハイウェイ工事のため、これからこの家を撤去します。と言ってくる。主人公が理不尽だと詰め寄ると、撤去工事は何週間も前から役所に工事されていました。確認しなかったあなたが悪いと一蹴されてしまう。理不尽だな。典型的なお役所仕事という感じだね。主人公が、自分の家が壊されるのをなすすべもなく見ていると、突然、空に UFO の集団が現れて、スピーカーから話が流れ始める。銀河ハイウェイ工事のため、これからこの星を撤去します。撤去工事は、50年も前からアルファケンタウリの出張所に工事されていました。確認しなかったあなたが悪い。そして、地球は破壊され、なんとか脱出した主人公は、銀河を旅することになるんだ。皮肉が効いているね。そうだね。こういうエピソードが多くて、飽きない作品だよ。もう一つ紹介するね。くだらないいたずらが原因で不老不死になってしまった男がいた。不老不死なんて羨ましいな。ところが、男は永遠に続く人生の中で生きがいを失ってしまうんだ。よくある話だね。そんなある日、冴えたアイデアが男の頭をよぎるんだ。銀河の全生命体の元を訪ねていって、一人一人の耳元で侮辱の言葉を叫ぶんだ。尋ねる順番は、名前の ABC 順にしよう。侮辱された相手の反応を想像して男はワクワクした気持ちになる。悪趣味だな。そうだね。
たまに相手からなんでそんな無意味なことに時間を費やすんだ。ABC 順に全員を罵るなんて不可能だと言われることもある。しかし、そんな時は男は笑ってこう答える。夢を見たっていいじゃないか。じゃあいよいよ、最初の究極の疑問の話を紹介するね。待ってました。人間は自分たちが地球上で一番知能が高いと考えているけれど、実は3番目なんだ。え ?2 番目はイルカで、1番はなんと、ハツカネズミたちだった。ハツカネズミ？そう。ハツカネズミは優れた知性を持った半次元生物が我々の3次元に突き出している部分らしい。そして、ハツカネズミたちは、生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えを知るために、スーパーコンピューターディープソートを作り上げたんだ。ディープソートは750万年の演算の末に答えを導き出す。その答えは 42。なんだそれ750万年かかった答えがそれなの？だよね。ハツカネズミも詰め寄るんだけど、ディープソートは、何度も徹底的に計算しました。間違いなくそれが答えです。率直なところ、皆さんの方で、究極の疑問が何であるか分かっていなかったところに問題があるのです。と答えるんだ。そして、疑問の意味について考える生命体を組み込んだコンピューターを作ることを提案してくる。生命体を組み込んだコンピューター？マリサは何だと思う？なんだろう？年金とか？ダグラス・アダムスも驚く発想だけど、答えは地球。生命体を組み込んだって、そういう意味か。この続きが面白くて、銀河ヒッチハイクガイドの続編の話になるけど、地球が破壊されたのは、究極の問いの答えが明らかになることを恐れた、精神分析学者と哲学者の仕業であることが判明するんだ。なんだか、最近の AI に仕事を奪われるかもしれない人間の恐怖感に似てるな。そうだね。SF 作品は未来に対する予言を含んでることも多いよね。そして、地球がなくなってしまって、究極の疑問の意味がわからなくなったハツカネズミたちは、地球の一部であった主人公アーサー・デントを捕まえて、答え42に合う問いを無理やり聞き出そうとするんだけど、それに対する主人公の答えがまた面白いんだ。どんな答えなの？問いは、人間が歩く道の数はいくつだ。ボブ・ディランの風に吹かれてじゃん。答えに合う問いをでっち上げようと必死になるところが面白いよね。そして、答えの方から、問いの意味を考えるというこのエピソードを読むといつも思い出すのが、ウィトゲンシュタインの人生の意味への問いについての考察なんだ。ウィトゲンシュタインは20世紀に活躍した哲学者で、前回取り上げた世界5分前仮説を提唱したラッセルの下で、哲学をはじめ、論理実証主義、日常言語学派という現代の分析哲学に大きな影響を与えたんだ。ウィトゲンシュタインは、主に論理実証主義に影響を与えた論理哲学論考の中で、人生の意味の問いについてこのように言っている。たとえ可能な科学の問いが全て答えられたとしても、生の問題は依然として全く手つかずのまま残るだろう。これが我々の直感である。もちろん、その時もはやと割れるべき何も残されてはいない。そしてまさにそれが答えなのである。生の問題の解決を、人は問題の消滅によって気づく。そしてこの本の最後を、語り得ぬものについては、沈黙せねばならない。という一文で締めくくっている。人生の意味への問いのような問題は、科学の知識のような形で語ることができず、生の問いの解決を問いの消滅によって気づくというのは、ウィトゲンシュタインならではの洞察だと思う。答えを得た時には、問いは消滅しているんだね。こういった考察は彼の後期の哲学にも見られる。1935年の講義の中でこんな話をしている。哲学が扱う生の問題は、おとぎ話に出てくる王様がお姫様に向かって投げかけた、裸でもなく服も着ないで参上せよという無理難題のようなものだ。お姫様は漁師の網を身にまとってやってきた。これでは裸であるとも服を着ているとも言えない。王様は実際のところ、彼女に何をしてほしいのか分かっていなかった。だが彼女がこのようななりでやってきた時、王様は彼女がしたことを受け入れざるを得なかった。それは私が裸でもなく服も着ないでと言いたくなるようなことをせよという形式の問題だった。それは数学的な問題と同じものである。私が問題の解決として受け入れたくなるようなことをせよ。ただし私は差し当たりそれがどのようなものになるのか知らない。ハツカネズミは、究極の疑問に対するディープソートの答え、42を受け入れることはなかったが、ボブ・ディランの人間が歩く道の数はいくつに対してはいい線いっていると評価している。身近な人生の悩みでも、悩んでいた当初は、自分が何に悩んでいるか理解していないけれど、悩みが解消した後になって悩みの意味が明らかになることは多いもんね。ウィトゲンシュタインについては、異常だけど、究極の謎の答え42については、ファンの間でいろんな考察がされてきたよ。42はルイス・キャロルが好んだ数字だからとか、13進数なのではとか、いろんな推察があるよ。面白いね。
最後にダグラス・アダムス自身が、ニュースグループでファンに答えた回答を紹介するよ。この答えはとても簡単さ。ジョークだよ。普通の、小さめの数じゃなきゃならなかったんだ。それでこの数を選んだ。二進数だとか、13進法だとか、チベットの僧侶だとかは全くのナンセンスだよ。僕は自分の机に座って、庭を見つめ、42でいいなと考えてタイプしたんだ。これで話は終わり。ジョークなんだ。ジョークだとしても、SF 史上に残る名作だと私は思うけどね。銀河ヒッチハイクガイドは、原作も映画もとても面白いので、興味を持った人はぜひ、実際に楽しんでみてください。私も楽しみだよ。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。今回の動画の意見コメントも大歓迎です。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。なので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあ、またねー。